春子さんを死に追いやった犯人はこの中にいる。無理ですよ。え？安楽死薬は本人の DNA 情報をもとに作られる完全オーダーメイド。本人の同意なく作ることはできないんです。他人の安楽死薬を使ったとかは？本人以外の安楽死薬を他人に投与したところで何の効果もないんですよ。萌香さん製薬会社に勤めているんですよね。本当に何の影響もないんですか？他人の安楽死薬の1薬を摂取したところで、その後に2薬を摂取しても死ぬことはできません。せいぜい昏睡するくらいで。昏睡？安楽死薬は1薬を投与してから5分ほどで昏睡するようにできています。その際に副作用で脈拍や呼吸数も抑えられて、いわゆる仮死状態に近い状態になるんです。どうして昏睡するんですか5分以内に2薬を打つ覚悟があるかということです。それに、1が眠ったら気が変わることもあります。安楽死薬を求める人は追い詰められていて、満足に眠れていない人も多いですから。何時間くらい昏睡するものなんですか？ほとんど例外なく、約10時間ほどです。それでも、1薬の効果は24時間あります。起きても気が変わらなかったらってことか。それじゃあ傍から見たら死んでるようにしか見えませんわね。横にからの1薬と2薬が落ちてたら完璧だね。怖いこと言わないでよお姉ちゃん。それなら少なくとも春子さんが自分の意思で1薬を作ったってことですか？そうとしか考えられませんね。どうして注射していたことが分かったのだ。台車の首に蝶の形のあざがあったんだよ。蝶のあざなのだ。安楽死薬は即効性を高めるために頸部に注射することが推奨されているのよ。でも必ずそのあざができてしまうの。あまり公にはなっていない話なんだけどね。なるほどなのだ。夏美さん、あなたもお詳しいんですね。私は医療事務をしていますから。でもそんなあざがあるならどうしてすぐ気がつかなかったのだ。はい、確かに春子様の首の後ろにあざのような跡がありました。なので私がファンデーションで。その時春子さんはなんと？特に慌てた様子もなく、消してくださいと。となると春子さんは1薬を自分で打ち、わざわざこの会場で劣化版2薬を入手して時間差で自殺したってことか。だがあまりに不可解だな。まるで自分の死を決定的に刻み込みたいとか、そんな意図があるようにしか。とりあえず安楽死薬のオーダー履歴を洗ってくれ。春子さんってお花が好きだったの？どうして？ブーケトスの時、ブーケの匂い嗅いでたから。そうね、春子はお花が大好きだったわ。花を見かけたら必ず匂いを嗅ぐ癖があって、よく鼻先に黄色い粉をつけてみんなに笑われてた。カサブランカは？春子は特にカサブランカが好きだったの。結婚式には必ずカサブランカのブーケを使うんだって、学生時代何度も言ってたのよ。ブーケトスは愛の象徴である若いバラナイートのね。懐かしいわ。そうなんだ。なあ、自殺なら俺たちはもう帰っていいだろう。ああ、お前以外はな。ふっふ。皆さん、これは自殺なんかではありませんよ。これはれっきとした殺人事件です。どういうことだ？私、聞いてしまったんです。この人が花嫁である春子さんに借金をしているってことを。それは。圭介さんはさらにこうも言っていました。借金は大丈夫だ。当てがあるんだ。つまり圭介さんは借金をチャラにするために昨日の夜春子さんに1薬を注射。そして今日、粉末状の劣化版2薬を吸わせて時間差で殺害したんです。捜査を拡大するために。圭介さん、借金をしてたのは本当ですか？それはそうだけど、学生時代にしたたかだか10万の借金で人なんて殺さねえよ。ケイスケが昨日の夜にいなかったのって。ちげえよ、女のところにいたんだよ。あんたまだあの女とつながってたの？もう行かないって言ったじゃない。お前だって同じだろう。誰だよ信じろって。あんた人のスマホ見たの？最低。ああ、血は喧嘩ならよそでやってくれ。萌香がやったんじゃないの？あんた翔太のことやっぱり好きだったんでしょ。春子に翔太を取られたから、それで。違う、私はそんなこと。萌香は絶対にそんなことはしない。ずっと一緒にいた僕が一番よくわかってます。翔ちゃん。ごめんなさい。じゃあ、誰が春子を殺したってんだよ。でも、どうして結婚式会場の取引に、圭介さんが来ちゃったんだろうね。と言いますと？そうか。取引相手はこの男が結婚式に参列することを知っていた。つまり最初からこの男は取引相手に身元が割れていたってことだな。バカだろお前。バカ。春子さんが一役を申請した履歴はありませんでした。ただ、エラーが1件あったそうです。エラー？翔太さんだっけ？どうしてさっきから黙ってるの？黙ってなんか。話してないこと、あるでしょ？話してないこと？翔くん、もう隠すのは良くないよ。何か知っているなら話してください。その方が春子さんのためにもなります。
僕は見たんです。春子が家で安楽死薬を持っているところを。詳しく聞かせていただいても。半年ほど前、たまたま深夜に起きた時に、リビングで春子が安楽死薬の一薬を眺めていたんです。どうして一目で安楽死薬だと分かったんですか？安楽死薬は教育機関などで公表されているものと見た目が違うはずだから、偶然にでも実物を目にしていない限り分からないはずです。僕の両親は安楽死薬で死んでいるんです。その時に。野田。僕が5歳の頃に借金苦で、どこにでもある安楽死薬を使うための普通の理由です。それから翔太は施設で育ったんです。私ともそこで出会ったんです。そうだったんですか。実物はどんな見た目なの？厳重に梱包してお渡しするから、私たちも知らないのよ。でも安楽死薬は病院でボタン一つで作れるってテレビで見たよ。そうよ。でもその時の記憶も毎回消されちゃうから、私たちもわからないの。不正に作れるならきっと話は別なんだろうけどね。そうなんだ。あれれ、おかしいぞ。翔太さんの周りで立て続けに安楽死薬で亡くなってるなんて、どう考えても不自然ですよね。もしかして翔太さんが何かしてるんじゃないんですか？私、なんだかとっても気になります。今魂抜きました。本当にすみません。いえ、疑われても仕方がありません。後日、寝室の引き出しの奥で春子の日記のそばに一薬があるのを見つけました。あんなところに隠してもすぐに見つかるのに、春子は隠し事が本当に下手なんですよね。一薬には明子と書いてありました。一昨年亡くなった春子の妹の名前です。エラー内容は亡くなったはずの明子さんの一役のオーダー履歴でした。夏美さん、一役のオーダーに必要なものは何ですか？本人のオーダー情報と血液サンプル、それと本人確認ができれば。翔太さん、春子さんと明子さんは一卵性の双子ですか？はい。一卵性の双子の DNA 情報は 100% 一致する。春子さんは亡くなった双子の妹である明子さんのオーダー情報と自分の血液サンプルを使い一薬を不正に入手した。だからエラー情報が残った。なるほど。他人の一薬は本人確認の段階で入手は困難。だけど安楽死薬の使用により実質全ての権利が剥奪された人間に本人確認も同意も必要がない。だけどもうこの世にはいない人間の薬がオーダーされた。エラー情報が残ったのはそのためね。あなたはヘアメイクの。そういえばあったんです。お色直しの時にほんの 1,2 分、春子さんが一人になった時間が。詳しく教えてください。その時は控室で私と神父様の二人きりでした。ヘアメイクの途中、ヘアスプレーが切れてしまって隣の控室に取りに行ったんです。新品のヘアスプレーを見つけて戻る時に男性とすれ違ったんです。方向的にちょうど神父様がいらっしゃった控室の方からで。その男性は？そこにいる田島圭介様です。それは何時頃の話ですか？ちょうど13時頃だったかと。二役が聞き始める30分から90分と花嫁の死亡時刻とも合いますね。監視カメラの映像にもその時刻に田島容疑者が廊下を歩いている様子が映っています。きっと警察に通報したのも春ちゃんかも。と金を返してなかったから最後の仕返しのつもりで。春子さんはこの男を利用してお色直しの時に二役を受け取り吸引。わざわざ結婚式で自殺した理由は妹をないがしろにした家族への復讐と何もできなかった自分への贖罪か。翔太さん、春子さんは何かに悩んでたの？春子の職場では安楽死薬に関する問い合わせが毎日何十件も来ていたそうです。苦しくなったりしないのかと一度聞いてみたことがあったんです。確かにちょっとは思うところはあるよ。この間なんか小学生くらいの女の子から電話があって、その時はちょっと引きずったかな。辛かったら仕事を辞めてもいいんだよ。俺も仕事頑張るからさ。やめないよ。別に安楽死薬に関することだけが仕事じゃないし、直接じゃなくても誰かのためになってるって思える時もたくさんある。私はこの仕事が好きなんだ。それに翔太に何かあった時、私が支えなくちゃいけないからね。僕はそんな彼女の前向きな性格にいつも救われていました。しかしある時、妹の明子さんが亡くなりました。その死因も安楽死薬でした。明子さんが安楽死薬を使った理由は何ですか？どうして喋れるんですの？人当たりが良い春子と対照的に明子さんは引っ込み思案な性格で、顔は似ていたのですが
アキコさんにはかなり素朴な印象を受けました。いつもありがとうね翔太くん。春子は元気してる？いえ、まだ体調が優れないみたいで。そう。あ、そうだ。これ、アキコさんの仏壇にお供えしてくれと言われて。あら、こんな古いキャラメル今でも売ってるのね。今はこういう古いパッケージも流行ってますから。でもどうしてアキコに？アキコさんが昔から好きだったからと春子が。ご存じないんですか？そうね。そういえばそうだったわ。春子にも早く元気になるように言ってちょうだい。あの子は元気なことだけが取り柄なんだから。わかりました。でもまあ、こんなこと言うのもあれだけど。死んだのが春子じゃなくてよかったわ。ご両親は無意識に春子を優遇してきたようで、春子自身もそのことをずっと気にしていました。妹は自分が殺したようなものだと、春子はそれから不眠症に。睡眠薬もあまり効かないほどで。そうだったんだ。野田。帰るぞ。いいんですか？自殺と分かった以上俺たちの出る幕はないからな。あとは任せたぞ。本当にこれでいいの？お姉ちゃん、どういうこと？全部丸く収まったのにお水を差すのは良くないのだ。そういうところが茜の良くないところなのだ。反省して僕にずんだ餅を買ってきた方がいいのだ。茜ちゃん、だっけ？翔くんは今とっても辛い状況なの。だからこれ以上は。今朝、受付してる時に、萌香さんのスカートに黄色い粉がついてたよね。だからそれは、ブーケの花粉がついただけであって。どのブーケから？ブーケトス用のブーケだよ。へえ、花粉がついたんだ。ブーケトス用のブーケは、造花なのに？ブーケに使うお花は、アーティシャルフラワーっていう本物みたいな造花にすることもできるんだよ。造花だと少しだけ安くできたり、一生の思い出に残せる。でもそれはとってもよくできてるから、本物のお花より高いやつかもね。ってこの本に書いてあった。本当ですの。これ、本物じゃありませんわ。全然気がつかなかった。それなら、最初のカサブランカのブーケの花粉じゃ。そうだよね。カサブランカの花粉は、とっても取れやすいしくっつきやすい。花粉が服についても不思議じゃない。だから最初から花粉の部分を取ってあるんだよ。あんた、自分の結婚式なのに花のことも把握してないの？その辺は全部春子に任せてたから。これだから男ってやつは。萌香さんは今朝、春子さんが好きなカサブランカに2薬を振りかけようとした。でも、カサブランカに花粉がないことを当日に知った。それで近くにあったブーケトス用のブーケに2薬を振りかけた。焦ってたらそれが造花だなんて余計に気がつかなくてもおかしくない。それにあなたは全部知ってるって思い込んでたんだよね。だってバイトしてたから。あなたは春子さんが花の匂いを嗅ぐ癖があることを知ってた。だからそれを利用して粉末状の2薬を吸わせようとした。よかったね。造花って知ってても嗅いじゃうくらい癖がついてて。今の話が本当だったとして、萌香さんはどうやって明子さんの一役を手に入れて、どうやって春子さんに注射したんだ？春子さんはさっき刑事さんが言った通り、自分で一役を手に入れて自分で打ったんだよ。萌香さんは、春子さんが一役を持っていることも、睡眠薬が効かないことも、幼馴染の翔太さんに相談されて知ってた。だから、萌香さんは一役が睡眠薬の代わりに使えることを、それとなく春子さんに教えた。二薬さえ注射しなければ、一薬はよく効くただの睡眠薬と同じだから、大切な日の前日に使うといいよ。とかね。言われた通り大事な結婚式の前日に使ったってことか。薬に詳しい萌香さんの言うことを信じて。それに受付を頼まれてた萌香さんが少し暗い控え室を出入りしたり、早くから会場についていても誰も疑問に思わないな。そうか。だから春子は今朝珍しく。でも、本当に注射したかどうかなんてどうやって？蝶の形の朝で今日の朝確認したんでしょ？製薬会社に勤めてるあなたが、そのことを知らないわけがないもんね。ねえ、ブーケからは花粉なんてつかないはずなのに、どうしてスカートについてたのが、ブーケの花粉だなんて嘘ついたの？どうして？ねえ、どうして？どんなに綺麗に粉を払っていても調べたら簡単にわかりますよ。萌香さん。野田。ずんだ虫さん！せっかく凝った自殺に見せかけたのに、あなたのせいで全部台無しだよ。こいつは。それも休憩中に口紅を取りに行った時に、取りに行ったんだよね。萌香さん、あなたが犯人なんですね。そうだよ。うちの推理当たってた？茜ちゃんはすごいね。へへへ。萌香、どうして？
ひとみちゃんの言う通りだよ。で、私は翔太のことがずっと前から好きだった。でも気持ちなんて伝える必要ないと思ってた。だって小さい頃に約束したから。約束？約束したよ。大きくなったら絶対結婚しようって。翔くんが私にプロポーズするって。あ、でも翔くんはいつまで経ってもプロポーズしてくれなかった。挙句の果てにそこの若男から紹介された女に。だから圭介をおとりに。そんな子供の頃の約束なんかで。でも約束なんか忘れててもいいんだ。最後に私が翔くんの隣にいられたらそれだけでいいの。だけど捕まったら会えなくなっちゃうね。だから翔くん一緒に死のう。そうすれば天国でずっと一緒だよ。ついでにこの子も一緒に。まだずんだ虫さん。クソ、このままではあの子が。チワワはこのままではもんちゃんが。いたこさん、チュワ。そのずんこさんをうちに投げて。ずんちゃんをどうして？いいから早く。おバカですね。妹の魂を投げる姉が一体どこにいるというのでしょうか。もう少し考えてから物を言うように心がけた方が今後の人生もっとよりよく生きることができますよ。わかりましたの。血縁者とは顔の似た他人である。先に行って待っててね。早く。行きますわよ。ずんだ虫さん。プンプンプエインプイン。出ちゃった。助かったのだ。望月萌香新藤春子殺害の容疑および殺人未遂で現行犯逮捕です。私は翔くんと一緒にいたかった。それだけなのに。待ってるだけじゃダメなんだよ。人を殺すほどの行動力があるんだったら、あんたはその気持ちをもっと早く伝えるべきだった。幼い頃のいつかの約束が、すぐ隣にいる相手が、自分にとってどれだけ大切なのかってことをな。あんたはまだ若い。もしやり直せる機会があるなら、俺の言葉の意味をよく考えておいてくれ。知ってるか？親がいないやつのことをみなしごって言うんだぜ。やーいみなしご萌か。お前らいい加減にしろ。みなしごカップルだ。みなしご菌が移るぞ。逃げろ。大丈夫か？あいつらまた萌香をいじめやがって。ごめんね翔くん。私のせいで私なんかとカップルなんて言われて。ちょっと待ってろ。白爪草の指輪？どうして？俺が萌香のことをずっと守るよ。大きくなったら俺と結婚しよう。俺がもっと強い男になったら萌香にプロポーズする。それまで待っててくれ。絶対だ。約束だよ。ああ、約束だ。わかった。私待ってるね。はるちゃん、ごめんなさい。そういえば、ケイスケさんが春子さんに借りてたお金って何なの？猫よ。猫？ケイステ、学生の頃に大怪我した野良猫を拾ったんだって。病院に連れて行ったんだけど、治療費がすごく高くて、それでたまたま近くにいた春子が足りない分のお金を貸してくれたらしいの。返さなくてもいいって言われてたみたいだけど、あいつバカだから。どうして控室に行ってたの？控室にはもう少しで金が返せるって言いに行ったんだよ。もしかしたら本当に春子に恨まれてたのかもしれないと思ったら。よかったよ。春子が人を陥れるようなやつじゃないって誤解が解けて。動物で交換と調整しても罪は変わりませんよ、この犯罪者。もうちょっとこう言い方っていうのがありませんの？浮気はしてるの？その猫すっごく綺麗なメスの猫なの。私に内緒で毎週里親さんのところに会いに行ってるのよ。進次郎は？近所の柴犬ちゃんの飼い主のおじいちゃんの名前よ。柴ちゃんの写真を毎日送ってくれるの。そうなんだ。おい、行くぞ。わかったよ。まあ、いい意味でも悪い意味でも、誰にでも裏の顔はあるってことだな。でもお嬢ちゃんのおかげで解決したよ。名前はなんて言うんだ？うちのお名前は江戸小長川ランドいることのあかねです。君も無事でよかったな。ちょっと刺さったのだ。
美味しい。後で元に戻してあげますわ。支配人廊下に人糞が。私もお家帰る。でも、翔太さんこれからどうするんだろう。花嫁さんを殺したのが幼馴染だったなんて、私だったら、ショックで立ち直れないよ。確かに、身近な人同士がそんなことになったら、とてもショックですよね。ずんちゃんついに人の心を。でも所詮人間なんてただのタンパク質で世界には80億人以上もいますから代わりはいくらでもいるので大丈夫ですよ。大丈夫だよ。だって、夏美さんがいるもん。そっか、春子さんと仲良しだった夏美さんなら、きっと翔太さんのことも支えてくれるよね。そういえば、結局誰がお薬のことを刑事さんに教えたのだ。それにどうして春子さんはお薬を盗んだのだ。それは警察のお仕事ですの。痛ましい事件でしたが、皆さんが無事で本当に良かったんですの。さあ、皆さんお家に帰りましょう。今日はうちで食べていってください。腕によりをかけて作りますの。いいんですか、ごちそうになります。言い訳あるか。キリタンとおとまちはどうなったのだ。さっきジムを脱獄したって連絡が来てましたよ。ジムを脱獄なのだ。その後、安楽死薬はその安全性に問題があるとして、精度がちょっとだけ厳しくなって簡単に手に入らなくなりました。そして事件の3年後、翔太さんと夏美さんは結婚しました。2人が結婚した、その翌年の結婚記念日当日の朝、夏美さんは自宅のリビングで首を吊った状態で見つかりました。台所のシンクには燃え尽きた日記らしき燃えかすとカサブランカの造花が一輪だけ置いてあったそうです。日記には一体何が書いてあったのか、なぜカサブランカの造花を置いたのか、どうして夏美さんは安楽死ではなく、わざわざ首を吊ることを選んだのか、今となっては、真相は全部闇の中です。自分で命を捨てちゃうなんて、とってももったいないことですね。でも、春子さんになれてよかったね。あきこさん。